肩も滑らかな自然なラインにビフォーと比べるとなっていますね。綺麗になりました。どうですか、やってみて。いや、おすすめです。やってよかったです。消耗品にお金かけるより、自分自身に投資した方がいいなって。間違いないね。やってから特に思う。まあもちろんリスクはあるんでね。もちろんリスクをしっかり分かった上でやるっていうのは結構いいかもしれないですね。はい、今回はですね、27歳女性の二の腕肩の脂肪吸引のマーキングから施術系ビフォーアフターを見ていこうと思います。この方、実は僕の友人の方で、なんか振り袖の部位と肩の張り出しが気になるということで脂肪吸引を希望してくれました。また腰の脂肪吸引も一緒にやってて、しっかりとウエストラインを作りたいということでやってます。ということで早速マーキングを見ていきましょう。しっかりとこの肩の張り出しですね、締めた時の横の張り出しが気になるということで、締めた時と広げた時で確認しながらマーキングを行っていきます。腰はもうすでにマーキング終わってるので、そこはもう取っていきますね。しっかり取るところをいつも通り青でマーキングします。結構脂肪のつき方っていうのは人それぞれで、硬いとか柔らかいとかもあるので、そこも感触を確認しながらやってますね。こちらがマーキングになりますね。で、これは術前の消毒ですね。ここでしっかり消毒して細菌が入らないように。脂肪吸引で感染あんまりないんですけど気をつけてます。そして脂肪吸引を行っています。これ結構細いカニューレですね。細いカニューレを使って肩の部位の硬いところをしっかり取っています。今取ってるのが肩の部位ですね。ここをしっかりと念入りに取ることで、このクッと締めた時の肩の張り出しですね。そこを改善することが可能です。気をつけながらやってますね。手術の風景としては、このようにカニューレを使って前後して脂肪を取っていく感じですね。ビフォーアフターを見ていこうと思います。こちらがビフォーですね。やや振り袖のダランとした感じが気になるということで、今回は施術を希望してくれました。写真で見るとこんな感じですね。こちら1週間ですね。腫れ内出血が出てちょっと痛そうにしてますね。ここから引いていきます、腫れは。こちらが3ヶ月ですね。かなり細くなって洗練されているのがわかるかなと思います。まっすぐになりましたね。こちら肩ビフォーですね。ややちょっと張り出している感じがわかるかなと思いますね。3ヶ月経ってしっかり細くなってます。術前と術後比べても差ははっきりとわかりますね。こちら振り袖で、肩も滑らかな自然なラインにビフォーと比べるとなっていますね。綺麗になりました。ではここから、インタビュー動画を見ていこうと思います。二の腕と腰ですね。やってもらったんですけど、そもそもなんでやろうと思ったんですか？もともと太さが気になっていて、で、そうですね、今回ちょうど新しい病院に移ってモニターを探してるということで、そうやってみようかなっていうきっかけがあったっていうのが大きいですね。どこが気になってたの？やっぱりこの振り袖の部分とか、部活をやってて右だけがすごく太かったのと、やっぱ冬になんか長袖着た時にもっこり感がすごい硬い。冬なんだ。そうノースリーブじゃなく、ノースリーブじゃ、ノースリーブもだけど、特になんか冬の長袖中にヒートテックとか着てプラス長袖着ると余計なんか硬いよく見えちゃうがあったので、華奢に見せたいなっていうのがありました。腰は何ですか？腰はくびれは割とあった方なんですけど、その下のやっぱ腰回りがどうしてもボコってすごい、で私結構お尻も大きい方なので、このくびれからこのお尻までがすごいなんか寸胴っていうか大きく見えちゃうのが、余計太って見える。ロングスカートとか特に着た時にくびれはキュッてなるけど、ここがすごいボコって広がって似合わないのがすごい悩みだったので、やろうと思った。はい。やっぱ服着た時のやつが一番気になる。そうですね。なるほど。どうですか、やってみて。いや、おすすめです。やってよかったです。本当に。そうね、結構好きでしたね。腰は結構もともとキュッとしてたから
まあなんか写真撮った感じだとあんま分かんないかもしれないけど。確かに。でも自覚的には、やっぱお風呂入るときに脱ぐときに、ああ、やっぱ細くなったなってやってから本当毎回思います。まああと多分もうつかない、そこに。あ、めっちゃそれが一番でかい。二の腕もなんかやっぱりこのまっすぐな線ができた。そうね。こう本当こう出てたので、本当やってよかったなと思って。確かに綺麗な、かなりすっきりして、この方ですね。ぜひノースリーブ来てください。はい。今年の夏。そうですね。ダウンタイム的にどっちが辛かったですか？まあ腰は、どっちだろうな。腰は寝るときとか、やっぱ横になるときにかなり気になって、寝返りとか。なんかさ、結構さ、腰痛いっていう人と痛くないっていう人がいるけど、どっちですか？普段生活してる分には腰はそんな痛くない。寝るときぐらい。そうだよね。二の腕の方がやっぱりこう人とちょっとかすったりとかぶつかったりとか、あと動作するもんね。そう動作するときとかはすごい気になったから、こう手を上に上げる動作が突っ張り感がやっぱりだいぶあったかな。公式も多かったし。じゃあ腰は別に寝てるときぐらい、寝て当たってるときは痛いっていうの。本当そのぐらい腰の方がだいぶ楽だった。いいね。ダウンタイム中でなんか辛いこととかありました？そうだな。やっぱり口臭はすごい不安になりましたね。そうね、ボコボコするもんね。腰はね、そんなに。そうね、硬いだけだけど、二の腕こうやったらなんか線入るもん。そう。私はそこは気になったけど、でもやっぱり時間とともになくなっていったから、大丈夫だ。大丈夫だ。なんか、これからやる人に向けてアドバイス、なんかこれ知っといた方がよかったよみたいな、ある？術前でもいいし、当日でもいいし。なんかね、大きい手術だと思う。確かに大きい手術だけど、でもやった後の生まれ変わる感覚がやっぱすごい満足度とかあったから、私はもっと他の部位もやりたいなって。そうね、なっちゃうね。本当になったし、痛みは結構早めに痛み止め飲んじゃって、痛みを感じる前に飲んじゃえば全然大丈夫だから。そうなんだ。なんか洋服とかにお金かける前にやっぱまあ確かにね、自分のスタイルが良い状態で着たらめちゃくちゃ着こなせるもんね。そうだからその消耗品にお金かけるより、自分自身に投資した方がいいなって、それは間違いないね。やってから特に思う。まあもちろんリスクはあるもんね。もちろんリスクをしっかり分かった上でやるっていうのは結構いいかもしれないですね。そうですね。もう私はそのシング知り合いだったので、まあ信頼できる相手がいたからすごくやりやすかったっていうのもあったし、きっかけになったけど、やっぱり本当いろんな先生がいる中で、確かにいろいろ回ってね。そうでもやっぱあれね、ガンガンやった方がいいですよっていう感じじゃないのがすごい良かったし、そうね。確かに。はい、ありがとうございます。じゃあぜひ参考にしてみてください。はい、ということで今回はですね、27歳女性の二の腕肩脂肪吸引のマーキングから施術風景ビフォーアフターを紹介しました。実際やってみて本当に満足してくれたということで、後で連絡も来て、すごい満足してもらったので、とても良かったですね。やっぱり結構その二の腕肩の脂肪吸引、実際やってみると本当にここストンと落ちて、落ちない脂肪も綺麗に取れて、形も綺麗にできるので、本当に僕はおすすめの施術の一つだと思います。今後もフェイスラインとかボディラインの動画を上げていくので、よかったらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。それでは。